そうしてエレンもミカサとアルミンに続き夜の街を歩いた。その頃になると奪還作戦の前祝いもお開きとなり、多くの兵士たちが騒いでいた食堂内も無人となり、静けさに包まれていた。ただ一人、柱に縛られたままのサシャを除いては。肉おいおい、なんだよ、まだ縛られてんのかよ。まあジャンの手をかじった上にマルロをぶん殴るぐらいだもんな。仕方ねえか。俺どうやってやったぜ。肉はどこですか。悪いな、一切れ残らず全部食べちまったよ。騒ぎすぎたせいでリヴァイ兵長に叱られてきれいさっぱり後片付けも済んだ。私の肉が無理ならせめて芋ぐらいでも残しておいてくれても。そう思ってほらよ、少しだけど残しといてやったぜ。お待ちかねの肉とふかした芋だ。すっかり冷めちまったから味は保証しねえがな。それとパンダ。って早えよ。お前さ、もうちょっと味わって食えよ。もうないですね。ごちそうさまでした。いやだからまだパンが合ってたな。渡す前にお前がだから早えよ。ほんと食い物のことになると見境ねえな。なんだよ、両手差し出して。次の食べ物はもうねえよ。これで本当に終わりなんです。ごちそうさまでした。たく底なしの胃袋だな。お前って昔からそんな食い意地張ってんのか。食い意地張ってんのかって嫌な言い方しますね。食べることは生きることですよ。生き物を殺してその命を食べて私たちは生きていくんです。だから私は懸命に生きようとしてるだけですよ。ものは言いようだな。でもそうだよな、お前んとこは狩りをして暮らしてたんだもんな。今はもうやってませんけどね。でもそうやって獲物相手に食うか食われるかの生活をしてたおかげでお前はこうして巨人どもを相手にできてるわけだ。野生の勘もものすげえしな。その見解は間違いです。やはりコニーはバカですね。は？なんでだよ。すげえまともな考えだろ。だって巨人は食べられませんよ。もし食べられたとしてもまずそうだし、とても食べる気になりませんね。ああ、そういうことな。全言撤回するよ。とにかくお前は生まれながらに食い意地が張ってたってわけだ。そういうコニーこそいつも締まりのない顔で変な髪型してますけど、何か理由でもあるんですか？はあ、ふざけんな。いつもキリッとした顔してるだろ。この髪だって長いと面倒だから短くしてるだけだ。へえ、私はてっきり昔悪さをしてお母さんに頭丸められてずーっとそのままかと思ってましたよ。すいません、決してそういうつもりではなくてですね。いいって、お前に気使われると逆に気持ち悪い。ラガコ村がああなっちまったのは残念だし、今でも気持ちの整理がつかねえけど。ごめんなさい。だからいいって。前にも言ったけどよ、俺はもともと憲兵団に入って母ちゃんや村のみんなを喜ばしたかったんだ。でもあんなことになっちまって、だからウォールマリアを奪還して巨人の秘密が少しでも分かるなら何だってやるつもりだ。もしかしたら母ちゃんを元に戻せるかもしれねえしな。そうですよ。頑張ってお母さんを元に戻して美味しいものをいっ
食べさせてあげてくださいよ。本当にお前って食い物のことしか頭にねえんだな。そんなお前が俺たちに肉を分けようとしてくれたってのが未だに信じられねえよ。嘘ですよ。私がそんなもったいないことするわけないじゃないですか。それがしたんだよ。ほら、上官の食料庫から盗んできたってやつ。その肉今返してください。さあ3ヶ月前の話だぞ。声だめでも漁ってくるか。使えない男ですね。それは悪うござんした。でもよ、あの時お前が言ったことを覚えてるか。やっぱり一人で食べるですか。ちげえよ。あの時お前はこう言ったんだ。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますからって。どちらも美味しい肉ですね。あの時お前が言ったみてえに、俺たちは明日巨人どもに奪われた土地を奪還する。そしたらお前も食い物を前に正気を失うこともなくなるだろうよ。つまり何があっても作戦は成功させないといけないわけですね。俺たちならきっとできる。ですね。なんだお前ら、いつまでこんなとこでくっちゃべってんだ。明日に備えて早く休め。ただでさえ頭の回転が鈍いんだ。その上寝不足だとあっさり巨人の餌だぞ。はいはい、分かってるよ。たくみんなしてバカバカ言いやがって。そういうジャンは何しに来たんですか。喉が渇いたから水飲みに来ただけだよ。飲みすぎてお漏らししないように気をつけてくださいよ。うるせえな。くそ、なんでどいつもこいつも落ち着いてやがんだ。明日には死ぬかもしれねえってのによ。食堂を出たサシャとコニーに続いてジャンもまた兵舎に戻ろうとした。夜は更け、多くの兵士たちは眠りについていたが、ジャンは眠れそうになく、当てどもなく夜の道を歩いていた。そんな夜の中、ジャンは意外な人物と出会った。ちょうどエレンたちのそばから去ったリヴァイだった。リヴァイ兵長、決して遊んでたわけじゃなく、これから兵舎に戻ろうとしてたとこで、そんなことはどうでもいい。それよりどうした。クソみてえにしけた面してるが、母親が恋しくでもなったのか。確かここはお前の出身区だったな、ジャンボ。聞こえてたんですか。あんだけでけえ声でわめき合ってりゃな。まあ何歳になろうと親を敬うのはいいことなんだろう。俺には経験ないがな。すみません、母親のことは関係なくて。おそらく明日は鎧の巨人や超大型巨人、それに獣の巨人ってやつも待ち構えているだろうし、なんだか落ち着かないっていうか、眠れそうになくて。まあそれが普通の人間ってもんだ。任務に支障をきたさねえ限り、どこをほっつきやろうが好きにすればいい。気にすることはない。はい。にしてもさっきの飯の時にはし入りにでかい口を叩いていたみたいだが、案外繊細な神経を持ってるじゃないか。エレンにも言われました。臆病すぎだって。その通りかもしれません。でも俺はただ現実主義なだけです。その時の状況に応じた最も適切な判断と行動をとっているつもりです。本当に臆病ならそんなことはできねえと思うがな。リヴァイ兵長、一つだけ聞いてもいいですか。なんだ。どうして兵長はそんなに強くいられるのですか。
中央憲兵に追い詰められた時だって常に冷静でした。それに巨人にだって何のためらいもなく向かっていく。巨人が怖くはないんですか？くだらない質問だな。すみません。ナイフの握り方を覚えたから、ただそれだけだ。あとはエルヴィンの判断に従い、一体でも多くの巨人を殺し、俺に課せられた義務を果たす。それ以上でも以下でもない。やっぱり強いですね、兵長は。強いわけじゃねえ。俺はただその場その場で最適だと思われる決断を積み重ねてきただけだ。その結果、今ここにこうして立っているに過ぎない。そして明日はさらに多くの巨人どもを殺す。それだけだ。その答えで納得したか？正直納得できません。俺はもともと憲兵団に入るつもりだったんです。でもそうはならなかった。もちろん巨人の餌になんてなりたくない。でも結果的にはこうなった。一緒にトロスト区で戦った仲間の言葉がきっかけで、俺は死ぬ前のあいつに、マルコに言われたんです。ジャンは強い人ではないから弱い人の気持ちがよく理解できると。そして弱い人間の目線で語られる言葉だからこそ、どんなに困難であってもその思いは切実に届くと思うって。そうか。誰のものとも分からなくなった骨の燃えかすにがっかりされたくなかった。だから俺は内地での安全で快適な生活を捨てて調査兵団に入ったんです。肝心なのは今何をなすべきかだ。お前が決めたんならそれが全てだ。それがどれだけ悔いの残る選択だったとしてもな。後悔してるわけではありません。ただふとした瞬間に考えることがあるんです。俺の選択は本当に正しかったのかって。エルヴィンやハンジの調査によれば、巨人は俺たちと同じ人である可能性が高いとのことだ。俺はどうやら今まで人を殺して飛び回っていたらしい。まったく笑えるよな。けどそれは誰も巨人の正体を知らなかったわけですし。いや、それ以外にも普通の人間だって殺してきた。ついこの間も中央憲兵の奴らを何人も殺したところだ。それは俺も同じです。その甲斐あって壁の中は少しはマシな状況になったかもしれんが、壁の外は相変わらずクソみてえな状況のままだ。そこじゃ一瞬の迷いが命取りになる。選択を迷ってる時間はない。大体結果なんて誰にもわからねえんだ。自分の力を信じても信頼に足る仲間の選択を信じてもな。だからせいぜい悔いのない道を選ぶだけだ。時には命を捨てる決断を迫られるかもしれん。だが俺は巨人どもを殺すと誓った。だから迷わない。それだけだ。ようやく分かった気がします。リヴァイ兵長がエルヴィン団長の作戦を迷いなくこなせる理由が。気に入らなけりゃ文句は言うさ。だがあいつは頭が切れる。それに1週間溜まったクソみたいに頑固だ。腹ん中じゃ何を考えてるか本当のところは分からねえが、それでも俺は奴を信じる。兵長。おしゃべりが過ぎたな。何にせよピーピーわめくな。わめいたところで状況が変わるわけじゃねえ。このクソみてえな世界だが明日は必ずやってくる。巨人に食われちまわない限りはな。ありがとうございます。でも。なんだ。いえ、中央憲兵から逃げてる時からそうなんじゃないかと思っていましたけど、
兵長って意外と喋るんですね。あいえ、すみません。ちったくエレンと同じセリフを吐きやがって。俺はもともと結構喋る。それだけだ。はい、肝に銘じておきます。分かったんならさっさと寝ろ。眠れねえんなら俺がお前の顔面をしこたま蹴りつけてやろうか。そうすりゃ朝までぐっすり眠れる。いえ結構です。あれ、なんか眠くなってきたな。そろそろ部屋に戻ります。待てじゃん。はい。一つ言い忘れていた。明日部屋を出る際には必ずやっておけ。やるって何を？掃除だ。